でもなんか悩んでるみたいだな。挨拶しに行こうぜ。わあ、元気してた？うわあ、シャンリンちょっと驚かそうと思って。びっくりした？解答祭を祝して。解答祭を祝して。今フータオに挨拶しようと思ってたんだ。だろうね。だから止めたの。今は邪魔しない方がいいよ。じゃないと新しいフータオに会えなくなっちゃう。服をプレゼントしたの。でもフータオ、王城堂の服の方が慣れてるからか着替えるのを迷ってるみたい。どんな服なんだ？せっかくの解答祭でしょ。お祭りの雰囲気にぴったしのやつだよ。フータオってば最近ずっとそわそわしてるんだ。遊びに誘っても断られるか、一緒にいてもぼーっとしてるかで、どうしたのって聞いてもはぐらかされちゃうんだよね。ずっと心ここにあらずって感じだから、親友として何とかしなきゃって思って。新しい服を着たら気分も晴れるかもしれないでしょ。やっぱり何か悩んでるんだな。誰だ？おやおや旅人、最初に思いついたのが勝利さんだなんて、この同種悲しいよ。解答祭を祝して。うわあ、フータオ、新しい服に着替えたんだな。すっごくかわいいぞ。シャンリンにお礼を言わないとね。フォンテーヌの仕立て屋に作ってもらったらしいけど大変だったでしょう。そんなことないよ。ちょうどリーウェ港に仕立て屋さんが来てたの。異国のお祭りから着想を得たいって言ってて、いい機会だからお願いしてみたんだ。そしたら快く応じてくれてね。だから全然大丈夫。そうなんだ。ありがとうシャンリン、すごく気に入ったよ。そう言ってもらえてよかった。どうしてそんなこと聞くの？春風のように柔らかい口調をしてるのに。フータオ、親友なんだから何かあればすぐ気づくよ。わかったわかった。別に隠そうとしてるわけじゃないよ。ただその悩みっていうのは仕事のことでさ。仕事の？じゃあ王城堂のこと？そう、これでわかったよね。もともと私の仕事なわけだし、それに今は解答祭でしょ。みんなに心配させるのも気が引けるじゃん。まあ安心して、同種の私にかかれば問題ないから。仕事のことで悩んでたのか。でもフータを悩ませるなんてかなりの難題なんだな。そりゃもう相当ね。この同種の頭を何日も悩ませるんだもん。お、国生のとこに？そうそう、せっかくのお祭りでしょ。総務士が新しく有楽会っていうのをやってるらしいし、面白いものがたくさんあるはずだよ。お仕事のことは忘れてさ、一緒に見に行こうよ。おう、息抜きしてからの方がきっと仕事もうまくいくぞ。残念だけどこの後人と会う約束があるんだよね。断るための言い訳じゃないよ。おい、そんなに忙しいのか？こうしよう。みんなは先に会場に行ってて、用事が終わったら探しに行くから。どう？そっか、じゃあ仕方ないね。でも早く来てよ。今日のご飯は私が腕を振るっちゃうから。後で万民堂にも行こう。やったー、シャンリンのごちそう。待ち遠しくて
今からもうよだれが出てきちゃいそうだぜ。ありがとう。先に遊んでて。仕事が終わったらダッシュで駆けつけるから。ここは祝祷状を書く屋台よ。気に入った柄を選んでお祝いの言葉とともに友人へ送るの。ライアンも興味があったら一枚どう？これは普通のマラとは違うみたいだけど。ああ、これは吉五線といって竜金長が特別に作ったものよ。12種類あってリーユへの古願文が刻まれているの。どれも縁起物ね。例えばこの模様は鳥羽つびしゃも。元は公務員で砲術に使われてたけど、今は厄除けやお守りとして商人たちに好まれてるんだよね。あ、興味のあるものだからつい熱く。ごめんごめん、幽閉様。大丈夫よ、ライアン。蘭家のご先祖様は陳玉の谷に存在した12の民のうちの一つで、長い歴史を有し砲術に長けていたと聞くわ。さすがの知識ね。ありがとう、幽閉様。でも私のところは分家だし、本家ほど有名じゃないけどね。そう謙遜しないで。今のリーユエ校で古願文がわかる人はごくわずかなんだから。そういった知識を持っているだけで才能ある人だって言える。そこに本家も分家も関係ない。いつかライアンに教えを請う機会があるかもしれないわね。照れるな。でも幽閉様のお役に立てるんなら何でもお答えするよ。覚醒。やっぱりこの会場で一番忙しくしてるのはお前なんだな。旅人にパイモン、それにシャンリンも。こんにちは。ちょうど今朝そろそろ会える頃かなって思ってたの。そうからかわないで。今年の回答祭は総務士も結構工夫しているのよ。ああ、紹介を忘れるところだったわ。こちらはライアン。陳玉の谷の工芸品組合に所属する職人よ。総務士の招待で回答祭の準備を手伝ってもらっているの。後でライアンの作品も見れると思うわ。職人さんなのか。よろしくな。ライアン、こちらは旅人とその仲間のパイモン、それにシャンリンでしょ。会えて嬉しいよ。ライアンたらまた興奮しちゃって。ごめんなさい。君たちの話は聞いたことあったけど、まさか本人に会えるとは思ってなかったから、つい。私はただの料理人だし、そう興奮するような話はないと思うけど。そんなことないよ。リーユエコについて最初に食べたのが万民堂の料理だったの。シャンリンの料理にどれほど感動したことか。ライアンでいいよ。ただの工芸職人だし、先生だなんて恐れ多いもん。先生かどうかは作品を見ればわかるわよ。みんなついてきてくれる？ライアンの作品を見に行きましょう。これは総務士が遊楽会のために用意した八鬼乱闘という遊びよ。陶人形を操って対戦するの。砲術の施された陶人形は全部で8つ。自由に動かせるようになっているわ。いずれもライアンが伝説の八鬼戦をモデルに作ったの。不思議でしょ？なんだかすごそうだな。でもその八鬼戦ってのはなんだ？8人の仙人か？本物の仙人ではなく、神通力を持った伝説に謳われる人物よ。その方たちのことをまとめて八鬼戦と呼ぶの。のー、聞いたことない物語だな。八鬼戦が活動していた時期はとても短く、それに
今から2、3000年も前のことで、仙人の物語ほど有名じゃないからね。リーユエ港に着いた時、今年の名称の塔は見たかしら？大きな木のことだよな。ええ。魔人戦争の時代、リーユエには神山があった。そこには大きな木、トートという名の魔人がいたと言われているの。講談師から発揮連トートって話を聞いたことあるよ。じゃあ大きな木がトートなんだ。そうよ。トートの背後には死者の地があって、生前に多くの罪を犯した魂はトートを越えられず、彼岸にたどり着くことができないと当時の人々に信じられていたの。私の地元じゃ今でも死んだ後トートの山を越えられないぞって言葉があるんだよ。でもそれは人を責める時に使うものだから軽い気持ちで言わないようにね。やがて魔人戦争が始まり、トートは戦争の災禍に巻き込まれてしまった。そして生と死の地に変化が起こり、有名は乱れ、死が生の領域を侵食し始めた。それでどうなったんだ？その時の出来事が発揮連トートで語られてるんだよ。彼らは突然現れ、大きな法陣を描くと魔人のトートを連化したの。ええ。その後、トートの侵害は地脈に沈み、リーユエの生と死を隔てる境界となった。リーユエの生と死の境界ってそうやってできたのか？伝説じゃそうだけど、実際どうだったかは分かんないよ。魔人をどうにかしちゃうなんて、その8人ほんとすごいな。なのに仙人じゃないのか？仙人じゃないし、そのほとんどが人間なの。私もちょこっと聞き覚えがあるな。確か物語の中でその人たちって何人かで一組だったよね。寄贈とか連山とか。寄贈三院、連山二剣、そしてトート三陽、合わせて8機になるの。主流の言い伝えによると、寄贈三院と連山二剣の人たちが人間だったみたい。リーユエに伝わる鬼門戦術は、寄贈三院の万象風格霊感が創始者だそうよ。私の記憶が正しければ、その方は陳玉の谷に住む12の民の出身で、鬼門戦術を後世に残したの。そして蘭家のご先祖様でもある。そうよね、ランヤン。家系図を見る限りはね。鬼門戦術、その大元の鬼門法術についてはほんのちょっとしか学んでないけど。もう一つ興味深い話があるわ。寄贈三院のもう一人、雲来長也という方は不思議な釣りの技を身につけていたそうよ。私が学んだ雲来拳法、そしてそれよりも前の雲来古拳法は皆雲来長也の釣りの動きから変化したものだって言われている。へえ、行明が教えてくれた民話の武教物語みたい。なるほど。三院って言ってたけど、最後の一人は？最後の一人は無謀童子、またの名を無謀の翁。子供のような見た目をした忍者で、器用の呪符を使って妖魔を払い、病を癒す力があったとされているわ。この方については王浄堂が一番詳しいはずよ。王浄堂の創始者たちは無謀童子に師事していたそうだから、王浄堂の方々は人間でありながら生身で生と死の境界を守り、あまたの試練を乗り越えてある秘術を習得した。そしてそれを今日まで受け継いできた。ってことは王浄堂には何かしらの秘術が本当にあるんだ。フータオから聞いた話だと、王浄堂には代々伝わる火のついた棒のようなものがあって、それを使ったすごい調整の儀があったらしいよ。真実かどうかはわからないけど。あ、ライアンはまだフータオのことを知らないよね。彼女は王浄堂の現同志なんだ。フー同士の名前なら聞いたことあるよ。
まだ一度も会ったことはないけど。その寄贈さん院ってすごかったんだな。それで二剣と三葉は？二剣はひょうたん使いのひょうたん新人と銅鏡使いの鏡新人ね。ただその二人に関する記録は少なくて、連山の秘術を学んでいたことだけが知られているため、連山二剣って呼ばれているの。石門の南の山奥に隠された密宮があって、そこは彼らが残した道場だって聞いたよ。そして山陽は東都の山で修行していたことから東都山陽と呼ばれている。名前にあやかしとあるように人間ではないわ。つまり妖魔ってことか？関羽？関羽が東都山陽なのか？皆さん、解答祭を祝して。なんだ、関羽が来たのか。すみません、お話を邪魔してしまったでしょうか。おい、そんなことないぞ。関羽、行幸が戻ってきたのかしら。ええ、他の皆さんも到着しました。わかった。みんな、悪いけど私と関羽は仕事が残っているから失礼するわね。お前たちも仕事で行っちゃうのか？お祭りですから総務士も気を引き締めなければなりません。ですがそうご心配なく。ええ、君たちは遊楽会を満喫してちょうだい。もし何か不満があったら私たちに言ってね。じゃあこれで。どうかしましたか？今日の旅人ってばいつにも増して優しいね。みんなの体調をずっと気遣ってる。まあ今日のところはそういうしかないよな。大事なお祭りだから仕事人間に働いてばっかいないで今すぐ休めとは言いにくいし。ご心配ありがとうございます。心に留めておきますね。あなたも休むことを忘れないでください。そういえば私も王城堂に行かないといけないんだった。もしかしてフータオに用事？ちょうどご飯の約束をしてるんだけど、よかったら一緒にどうかな。いいの？やったー！でもフータオまだ仕事中かもしれないんだ。とりあえず王城堂に行ってみようか。うん、そうだな。となると楽器はやめた方がいいってことだね。ええ、今は仮説ですので、なるべくご近所に迷惑がかからないよう控えめにした方がいいと思いまして。わかった。お供えとして燃やすものは？紙でできた部屋や金庫、乗り物とか何か要望はある？ひいおじい様は派手なのが好きではないので、大掛かりなお供えは必要ありません。それじゃあ紙でできた服だけ用意しよう。派手にはならないし、ご家族の要望にも沿ってる。どうかな？お気遣いありがとうございます、風道主。骨梅号の用意は？ひいおじい様は2年ほど前、自分で埋もれ木を探し、職人に骨梅号を作らせました。今はイローフの古い屋敷に保管してあります。埋もれ木なら申し分ないね。燃えることも腐ることも虫に食われる心配もない。もやと曹操はどうする？何か言われてない？簡略化することもできるけど、よく考えた方がいいだろうね。ちゃんとしとかないと、悲運商会は大きいのに仕事をする人がいないなんて非難されちゃうかもしれない。ええ、その通りですね。上の坊ちゃまも同じことを言っておりました。それと王城堂はその点の作法を熟知しているから、どうすればいいかわかるはずだとも。私なら山形の屋根をしたもやにして、一つの部屋に幕を2枚張るかな。
36の席に新しい絹を敷いて、生地の模様は飛雲紋にするね。あと、もやの前には月堂門を作って安楽椅子を置く。欄干は竹製にして、人種の固くまっすぐな性格を表すの。どうかな？ええ、すごくいいと思います。そういえば絨毯も敷いておかないと。ひいおじい様はべっこい色を好んでいたので、それがいいでしょう。わかった。法事は？坊ちゃんの指示によると、歌はなしで棺桶を運ぶのに16人が必要とのことです。派手なものは不要で、整った服を着ていれば大丈夫と。今夜は？如意夜が1つ、白い札が4対、赤い札が20対必要です。儀仗は？金メッキの金を4対、それから小根器を4対。じゃあ、金の瓜、金の斧、金のあぶみ、金の鉄鋼、それに青銅器、飛行機、非力、非合器にしよう。ええ、同種のおっしゃる通りで問題ありません。最後に、大旗と位牌艇はどうする？八角形の登場板を使い、それぞれの角に8つの飾り房をつけ、赤い天蓋で覆います。あと、鮮やかな皇帝、皇位帝、司法帝を設け、白い天蓋で覆ってほしいと。天蓋に刺繍は入れる？ああ、家族の皆様も動転していたので、それを失念していたようです。同種、何か良いお考えはありませんか？飛雲商会は、リーユエでも特に大きな一族で、4世代が同じ家に暮らしてる。曽祖父は家の最たる年長者、つまり全福。キーまで生きていて全寿。生涯で徳を積み、何事もなく最後を迎えられるとなれば全周。この3つが揃えば円満となる。このことから、天蓋に呉服宝珠、角六同春の柄を刺繍することで、後継ぎに幸運をもたらせるね。さすが同種、よくご存知で。別に大したことじゃないって。ほれ、百文村。行幸様が到着したので、玉境内までお越しいただけますでしょうか。ありゃ早いね。すぐ行くよ。アンさんごめんね。先約があるから続きはまた今度で。いえいえ、同種はご多忙並み。どうかお気になさらないでください。この件はひとまず任せたから、私もり。はい。安心してお任せください。後世恐るべし。風じいと風おじはいい後継者に恵まれて本当に幸せですね。ええ、喜ばしいことです。そういえば先ほどは前金のことを忘れておりました。曽祖父様の件はまだ決まりきっていませんし、急ぐ必要はありません。今日いらしたのはこちらに準備する時間を作らせるためだったのでしょう？はあ、その通りです。事前に相談するよう坊ちゃまに言われまして。ですのでこの件は口外しないでいただけると助かります。はい、心得ております。それでは家族の皆様が確認しやすいよう明細の作成をお願いできますでしょうか？もちろんです。おや、皆さんお揃いでどうかされましたか？私森のお姉さん、フータオいる？シャンリンさん、あいにく同志は出かけております。じゃあいつ戻ってくるか知らない？それは聞いておりません。つい先ほど出かけたばかりなのでしばらくかかるかと思いますが、急用でしたら私にお申し付けください。老子が戻ってきたらすぐ伝えますので。休養ってわけじゃないけど。では恐れ入りますが、老子の用事が済むまでお待ちいただけますと。残念だな。そろそろ仕事も終わってる頃だと思ったのに。想像してたより忙しいみたいだね。ここで待ってても仕方ないし、先にご飯にしてお腹いっぱいになったらまた戻ってこよっか。そう言われるとちょっとお腹が空いてきた気がするぞ。でもフータを待たなくて本当にいいのか？私森のお姉さんの話だとまだ時間がかかりそうだしね。
フータオが来たら追加で何品か作るから大丈夫。じゃあそうするか。ライアンもお腹が空いただろ。ご飯を食べに行こうぜ。ライアン？ごめん。ちょっとぼーっとしてた。いいよ。私森のお姉さん、私たち行くね。もしフータオが戻ってきたら待ってるって伝えてくれる？ええ、行ってらっしゃい。アンさん？葬儀屋さん、あの黒髪の女の子がどういう人物かご存知ですか？いえ、見たことのない子でしたので。ただあの銀のツバメの装飾品を見る限り陳玉の谷から来たようですね。新玉の谷。どうかされましたか？ああ、いえ、実は数日前買い出しに出かけた際に先ほどのお嬢さんと坊ちゃまが話しているのを見かけたのですが、その時あの子が奇妙な陶人形を持っておりまして、その後ひいおじい様の介護をしていたら、なんと同じ陶人形が寝床にあったのです。陶人形にはまじないが書かれていて、とてもひんやりとした触り心地でした。ひいおじい様の部屋までひんやりとしていて、なんとも不気味で。そのようなことが。まさかこの剣の裏に何かおかしなことでも？陳玉の谷の者には鬼門法術を受け継いだ人がいると聞きます。五鬼雲来法や命と引き換えに行使する術など。勝手な憶測はよくありませんが、ひいおじい様がこうして病床に伏しており、坊ちゃまが葬儀の話をしてきたことを思うと、つい。いけません。私と来たらまた不安をたらたらと。葬儀屋さん、先ほどの話は忘れてください。くれぐれも他言しないようにお願いします。ええ、往生堂には規則があります。口外することはありませんからご安心ください。お父さん、友達を連れてきたからちょっと厨房借りるね。あれ、お父さん、お父さん。シャンリン、こっちだ。師匠、ウグイスと一緒にいるみたいだ。行ってみようぜ。あれ、ディマイオスじゃんか。なんでここに？この気配。こないだからディマイオスがこっちで一緒にお祭りを過ごす言うてくれてたんやけどね。ゆうべこっちに着いた途端に体調崩してしもて、ついさっき意識までのうなってしもて、旅の疲れのせいやろか。せやからウー師匠に店番を頼んで福袋で見てもらおう思ったんよ。ティマイオスを連れてくのか？ウグイスだけじゃ大変だろ。オイラたちも手伝うぞ。そんなん悪いやろ。おおきに。ほなお願いするわ。じゃあ私が店番しよっか。高校のことならちょっとだけわかるから。この子は？こいつは陳玉の谷の工芸品組合から来たライアンだ。すごくいいやつだぞ。みんなのお友達やったんやね。ほなライアンちゃんに任せるわ。シャンリン、みんなが手伝ってくれるんなら俺たちはひとまず帰ろう。落ち着いた後にたらふく食えるよう飯を用意しておくんだ。さすがお父さん、考えることが一緒だね。二人ともティマイオスを早く福袋まで送ってあげて。ご飯を用意しとくから忘れず戻ってきてね。みんなおおきに。旅人、
パイモン、久しぶりだね。解凍祭を祝して。うん。楽しいお祭りになるといいね。なんか暗いけど、どうしたんだ？お前も病気なのか？僕じゃないけど。行明。構わない。ここにいるのはみんな僕の親友だ。隠す必要はないさ。実はひいおじい様が数日前に倒れて昏睡状態なんだ。倒れた？容体はあまり芳しくないようでね。家族は医者を大勢呼んだけど誰も病気を特定できず、処方箋も出せないまま帰っていった。病気を特定できない？それってじゃあ、ひいおじい様は100歳を超えてるからね。ただうちの家族は誰もそれを受け入れられなくて、数日前ある使用人にこう言われたんだ。ひいおじい様は邪気に取りつかれてるから妖魔退治の専門家に見てもらった方がいいと。それで僕が見に行ったんだが、確かに部屋はヒヤッとしていたけど妖魔絡みじゃないと思う。強いて言うならあれは言って構わないよ。寿命を全うした者が放つ死の気配だ。そんな。ゆくあき、大丈夫か？ありがとう。心配しないで。それに僕よりもおじい様と父上の方が悲しんでるだろうから。とにかく今2つの方面から準備を進めてる。王城堂への連絡は兄上がすでにした。それで僕は白術先生のところに来たんだ。おじい様と父上も家で断食をしながらひいおじい様のために祈ってる。調子どうえ？ああ、すこぶる元気だよ。きっと朝ごはんを食べ忘れたせいだな。確かに元気そうやわ。大した問題はありません。おそらく山を越え川を渡ってきたのによく休まなかったことで一気に疲れが出てしまい倒れたのでしょう。うちのせいや。こちらは体調を整える生薬です。毎晩寝る前に飲んでしっかり休めば治るのでご安心を。他にも具合の悪いところが出てきましたらまた来てください。おおきに白先生。ティマイオスは大丈夫みたいだな。よかったぜ。二人ともありがとう。君たちが送ってくれたってウグイスから聞いたよ。ウグイス、ティマイオスと先に帰っててくれ。しっかり休むよう白術も言ってたしな。そやね。ライアンちゃんをずっと待たすんも悪いし。二人とも用事済んだらうちに寄ってくれはる？ちゃんとお礼させてもらうさかい。白術先生。ゆくあきさん、率直に言わせていただきますが、事態は想像よりも厄介かもしれません。厄介？さっき白術は本当のことを言わなかったんだ。ティマイオスの状況はどうもおかしい。悲運商会のじいさんと同じくらいにな。ひいおじい様と？はい、お二人の状況は同じものです。ある意味病気とも言えますが、そうではありません。彼らの体は老化が進んでいるのです。老化？はい、お二人の体は老化速度が普通の人間よりもずっと速くなっています。原因については私もまだ解明できていませんが。白術はともかく私だってあんなの見たことない。まあ見たことあるのに忘れたって可能性もあるけど、ティマイオスはまだ若いから疲れやすくなるだけで済んでる。でもおじいさんはもともと年寄りだ。それで今みたいな状況になってんのさ。そんな。つまり寿命が縮んだってことかい？
寿命が縮む？そこまでひどいのか？さっき白術がティマイオスに秘術を使ったのに効果がなかった。今回の病はほんと厄介だね。いくつか方法はありますので、全て試してみるしかなさそうですね。今朝ナナに慶作さんの薬草を取りに行かせたので、もしかしたらそれが効くかもしれません。そうだ、慶作さんといえば行明さん、ひいおじいさんはここ最近慶作荘に行かれましたか？慶作荘に？毎年解凍祭が始まると私たちは慶作荘へ診察に行くんだ。でも今年はその時期になる前に来てくれって言われてね。なんか焦ってるみたいだな。先ほどの患者もモンドから来る途中に慶作山の麓でしばらく休んだと言っていました。そこにつながりがあるのではないかと。確かに数日前、ひいおじい様は父上と共に友人を訪ねに慶作荘へ行っていた。きな臭くなってきた。つまり慶作と関係が？そういえば慶作山には魔人の残滓があるそうだけど、もしかしてそれが原因なのだろうか。魔人の残滓だって？ああ。いや、先に言っておくと、その話は道端で売ってる小説で読んだものだから信憑性は高くない。本にはこう書いてあった。慶作山に密遇あり、名を無謀隕石という。八文七文の法が刻まれており、無数の妖魔がここで浄化された。中でも最も尊き魔人をトートという。トートの残滓が？すみません、慶作と関係があるのではないかと言いましたが、魔人の残滓ではないと思います。ああ、魔人の残滓だったら私と白術がわからないはずない。それもそっか。じゃあ一体何が原因なんだ？行明さん、ナナが薬草を取り終わったら私が慶作荘へ行って確かめてみます。何か手がかりがあるかもしれません。オイラたちも薬草を取るのは得意だぜ。場所を教えてくれれば取ってくるぞ。お二人のご好意はありがたく頂戴いたします。必要があればその時にお声掛けさせていただきますね。白術先生、ありがとうございます。いいえ、これも私の責務ですから。ええ、ちゃんと分かっています。ご安心ください。旅人、パイモン、僕は先に戻るよ。今の話を家族に伝えないといけないから。僕も一緒に行こう。ひいおじいさんの部屋をもう一度確認したい。ああ、頼んだ。そう心配しないでくれ。僕なら大丈夫だよ。そもそもおじい様や父上と比べて、僕はひいおじい様とそこまで交流がなかったんだ。物心ついた頃にはもう、ひいおじい様は言葉を話すだけで体力を使うようなお年だったから。そうだったのか。ゆくあきもこっちに気を使わなくていいからな。オイラたちも分かってるから。しばらく会わなかったうちにパイモンは随分気が利くようになったみたいだな。オイラはいつだって気の利くやつだぞ。そういえば最近フータオの言葉をよく思い出すんだ。生まれるべき時に生まれ、死すべき時に死す。ここのところあまり彼女を見かけないから、きっと忙しくしているんだろう。後で落ち着いたら一緒にご飯にでも行かないか？じゃあ決まりだ。みんな、またね。魔人の残滓とは関係ないって白術が言ってたけど、やっぱりトートのことが気になるぞ。国生から最後まで話を聞ければよかったけど、忙しいみたいだし。そうだな。早
早く戻って聞いてみようぜ。ライアンとシャンリンをずっと待たせるのも悪いし。来てくれたんやね。さっきはティマイオスを運んでくれておおきに。これ少ないけどお礼の気持ちもろといて。お茶の子の子の子。まあ何にせよ苦労をかけたね、栄誉騎士。ぜひ僕たちの気持ちを受け取ってくれ。いや、なんだよそのことわざ。あんま言わんといてあげて。ティマイオスは今リーユへのことわざを勉強中やさかい。勉強はいいからちゃんと休むんだぞ。それと具合が悪くなったらすぐふぼくろに行くようにな。ああ、伝えるん忘れてたわ。あの子風道師を追いかけてってしもてん。あんたによろしゅう言うといてって。どっか行っちゃったのか？うぐいさんいる？ってあれ？竣工用の店主って変わったの？違うよ。うぐいさんは用事があるから代わりに店番をしてるんだ。おお、じゃあ臨時の店主さん、雲州工人口を3つもらえるかな？雲州工人口？名前は聞いたことあるけど若い子に人気の高校じゃないよね。そうそう、商品棚には置いてないと思うからどっか隅っこにあるはずだよ。探してくれる？ちょっと待ってて。お客さん、これでいいかな？でもこれって再使用のお香だよね。おや、お嬢ちゃんただものじゃないね。このお香を知ってる人なんてめったにいないのに。じゃあ包むね。あー、わかった。ズバリお嬢ちゃん、新緑の谷の蘭家の人でしょ。どうしてそれを？お嬢ちゃんがつけてる銀の飾り、銀霊戦玉幻聴は唐と参戦の一人だからね。ふふん、当たりでしょ。ごめん、君は？にしし、私もただものじゃないよ。でも今日は用事があるからもう行かないと。また会えるといいね、臨時の店主さん。おじいちゃんの言う通り、リーユエコーにはやっぱりすごい人がたくさんいるんだな。ただお香を買いに来たお客さんなのにあんなに物知りだなんて。風道衆、その服えらいかいらしな。うぐいさん、さっきお店でお香を買ったんだけど今日の店主さんすごい人だね。そらよかったわ。風道衆？ライアンちゃん、ただいま。店番お疲れやす。うぐいさん、さっきの人は？ん？王城堂の風道衆やけど。でも風道衆って王城堂の服を着てて健康体か帽をかぶってるんじゃないの？せっかくの開刀祭のお祝いやさかい。皿の服おろさはったんちゃう？しくった、あの人が風道衆だったんだ。うぐいさん、用事があるから私はこれで。みんなによろしく伝えといて。あらあら、あない急いでどないしはったんやろ。それでフータオの後を追いかけていったのか？変だな。ライアンちゃんを探してるん？ほな、さっきお店でこれ見つけたさかい、ついでに届けてくれへん？それって陶人形か？うちのお店ではこんなん扱ってへんし、多分ライアンちゃんの忘れもんちゃうかな。ライアンは確
かに陶人形を作ってるけど、これは有楽会で見たやつとちょっと違うみたいだぞ。呪符が貼ってあるな。普通のとはちゃうみたいやな。ライアンちゃんの大事なもんやったらはよ返してあげな。じゃあ王城堂に戻ってみようぜ。何かに使うものだったら困るだろうし。私もリー、フータオとライアンは戻ってきたか？すみません、まだです。あれ、変だな。こっちに向かったと思ったけど、もしかして別の用事でもあるのかな？なんか知らないか？もしお仕事であれば普段はそう言ってくれるはずです。例えば今日は誰々と約束があると。しかしプライベートとなると話は別ですので。そうかもしれません。同志は最近何か悩んでいるようでしたので。いつもはお昼頃ようやく北条堂に来るのですが、ここしばらくは朝早くからいるんです。夢を見るからよく眠れないとおっしゃっていました。よく眠れない？風太郎らしくないな。勝利さんであれば同志のことをよく知っているはずです。聞いてみてはいかがでしょう？ああ、そうだった。勝利のことを忘れてたぞ。きっとあいつのことだから今頃どっかでお茶でも飲んでるんだろうな。学芸は向こうの建物の2階で劇を見ています。耳を澄ましてみてください。何か聞こえませんか？今日は会う人みんなドタバタしてるのに、勝利は相変わらずのんびりしてるんだな。早速行ってみようぜ。素晴らしい。古い劇に新たな解釈を取り入れ、これまでとは一味違うものに仕上がっている。お褒めに預かり光栄です。この劇は久しぶりなので腕がなまっていないといいのですが。とんでもありません、運座頭。練習の時点でこれほどの表現力なのですから、解答祭の本番はなおさら楽しみでなりませんよ。勝利、アンキン、ここにいたんだな。旅人さん、バイモンさん、ごきげんよう。久しいな。二人も劇を見に来たのか？おや、あいにく今日の劇はもうおしまいでね。これ以上やったら運座頭の喉に響いてしまう。竜祖先生、このお二人は私の友人です。彼らが聞きたいのであればもう少し歌っても構いませんよ。ひひ、ありがとな、オンキン。でも練習で無理させるわけにはいかないから大丈夫だぞ。もしかしてその急いだご様子を見るに勝利先生を探しにいらしたのでしょうか？そうだったのか。用があるなら遠慮なく言ってくれ。友達に忘れ物を届けてやりたいんだ。そいつフータオと一緒にいるみたいでさ。フータオがどこに行ったか知らないか？同志は自由奔放だからな。どこにいるかは定かではない。勝利にもわからないのか。大事なものなのでしょうか？大事かどうかはわからないけど、何かに使うものならないと困るかなって思って。おやおやおや、これは陶人形じゃないか。まさか噂の5機の陶人形だろうか。5機の陶人形？竜祖先生はこれをご存知で？最近こんな噂を聞いたことはありませんか？
悲運商会のひいおじいさんが倒れて家から不気味な唐人形が見つかったと。その人形には五鬼雲来の呪符が貼ってあったそうです。きっとその呪物のせいでしょう。あの方の財運や福、正気を全て持っていったんですよ。その唐人形は噂で聞いたものとそっくりだ。もしかしたら同じものかもしれない。悪いがちょっと離れてくれないか。そんなわけないだろ。これはライアンが忘れてった唐人形なんだぞ。ずっと持ってたけど別になんともないし。ライアンさん？新玉の谷の工芸品組合のライアン先生ですか？何？新玉の谷の蘭家だって？なおのこと納得だ。蘭家には代々伝わる鬼門法術がある。五鬼雲来を扱えてもおかしくないだろう。ただ疑問があるとすれば、彼らが悲運商会にどんな恨みを持っているのかという点だな。何言ってんだよ。まるでそれが真実みたいに言っちゃってさ。そんなのを信じるくらいなら元王帝君が実はスライムだったってことを信じた方がマシだぞ。そうだな。龍祖殿はきっと噂に惑わされ、唐人形に貼られている古願紋が目に入っていないのだろう。ほう、それはどういったもので？その門は討伐毘沙門といって四大公魔院のうちの一つだ。決してよこしまなものではない。今年のリーウェ港にも公魔院を刻んだ吉五線が流通している。龍祖殿が知らなかったのは少し意外だな。はあ、ああ、思い出した。確かにそうだったな。さすが勝利殿、物知りだ。ありがとう。早とちりしてしまい面目ない。そういうことだ。ライアンが悪いものを使うわけないだろ。どうやら悲運商会にあった唐人形はご家族の厄除けのために用意されたものだったようですね。じゃあライアンが忘れてったこの唐人形もティマイオスを守るためのものかもしれないな。ああ、そうだろう。じゃあ急いでライアンに届ける必要はなくなったな。ないと困るものだと思って届けようとしただけだし。でもライアンはフータオに何の用があるんだろう。フータオもなんでバタバタしてるかわからないし、心配だな。同志は思慮深く捉えどころのない方だ。その考えは俺たち全員が束になっても及ばないものかもしれない。眠れなくなるような悩みがあるってことは？それも聞いたことがないな。しかし王城堂はリーウェの生と死の均衡を保つ責を担っている。もし同種が本当に見た通り何も考えていないのであれば、その方がかえって心配だ。ええ、その通りです。私もフータオさんと知り合って随分経ちましたが、彼女は突拍子もないように見えて、実際は心の中に芯を持ったお方。私たちは友人として彼女が必要とする時に支えてあげれば大丈夫でしょう。ああ、同種が仕事を全うしてくれていなければ俺も安心してここで茶を飲み劇を聞いてなどいられないからな。おい勝利、サボってることをそれっぽく言うなよ。勝利先生はお二人にフータオさんのことを信じてあんまり考えすぎないようにしてほしいのでしょう。おい、そうだったのか。勝利が落ち着いてるのを見て、なんだかオイラも心配なんていらない気がしてきたぞ。不思議だな、ひひ。ちょうど解凍祭の時期だ。この果実を無意にしないよう遊楽会で心ゆくまで遊ぶといいだろう。もしまだ気がかりであればこれを。吉五線だ。最近それを送り合うのが流行っているらしく真似てみようと思ってな。なんだって？今年の解凍祭はほんとすごいぞ。勝利がお金を持ち歩いてるなんて。勝利殿、その吉五線の模様、少々特別なものとお見受けするが、もしや
伝説の停戦では。停戦？ああ、その吉五線の模様だが、街で見るものとは違うだろう。見るにそれは元王帝君の模様。間違いない、元王帝君が触ったとされる停戦だ。竜祖殿、これは露天商から手に入れたものに過ぎない。おそらく模倣品だろう。もし興味があるならその商人を紹介するが。おっと、その辺で買ったものだったのか。家宝か何かかと思ったよ。旅人、ぜひ受け取ってくれ。困ったことがあればそれが道を切り開いてくれるかもしれない。そんなにすごいのか？ご存じないかもしれないが、たとえそれが偽物であっても元王帝君の模様は偽物ではない。模様が本物ならばご利益だってある。はは、元王帝君の加護があらんことを。勝利殿、ぜひその商人のところに案内してくれ。私も元王帝君の加護にあやかりたい。いいだろう。では皆、また会おう。そうだ、実は数日後、怪盗祭の舞台で先ほど練習した発揮連トートという劇を披露するんです。よかったらぜひ見に来てください。ムンキンがさっき歌ってたのって発揮連トートだったのか？すっごく興味あるぞ。絶対見に行くな。そういえば発揮の中のトート三様が何なのかまだ分かってないんだよな。トート三様ですか？では彼女たちがトート三戦とも呼ばれていることはご存知でしょうか？首席インカ名長、銀嶺戦玉元長、そして金木上皇月句。いずれも神通力を持ち人間の姿になれる存在です。おお、本当に人間じゃないんだな。名調はわかるけど、幻聴と月句はどんなやつなんだ？幻聴はツバメで、月句は白い馬です。伝説によると、トートが錬化された後、幻聴は万象風格霊感と共に旅に出て、月句は姿を消したとされています。竹林月を読んだことはありますか？その話で描かれている慶作山に白い馬が登場するのですが、彼女を金木上皇月句だと考えている人が多くいます。へえ、そうなのか。じゃあ蝶々は？蝶々はその後どうなったんだ？彼女は八鬼における唯一の犠牲者で、法人の儀式の際に亡くなっています。八鬼はそれぞれ神通力を持っていますが、とうとも尋常ならざる魔人であったため、錬化するのは容易ではありません。そこで彼らは八文七文の陣という秘術を使いました。妖魔を根絶やしにするその陣を発動させるには犠牲となる門が必要になります。名調がその一門を担い、この世を去ったのです。そんな気の毒だな。ですが幸い、八鬼の中には名調を慕う無謀の翁という方がいて、その伝承を受け継いだと聞きます。無謀の翁って王城堂の創始者に法術を教えたやつだよな。ええ、そこはまさに運命と言えるでしょう。有名を平定する人が偶然にも後世に法術を残し、その後継者は今も生と死の境界線を守っているのですから。命は失われましたが、リーウェを守る意志は2、3000年の時を経た今も受け継がれています。これが発揮連トートというお話です。ありがとな、ウンキン。これで八鬼がどういうやつらなのかやっと分かったぜ。どういたしまして。この劇は久しぶりですので、帰ってからもう少し練習しないと。はい、ありがとうございます。それではまた。話は終わったかな。ずっと待ってたんだけど。あれ、シャンディ、どうしてここに？だって全然帰ってこないんだもん。
結構探したんだよ。旅人ってばみんなには体調に気をつけろとかちゃんと休憩しろとか言うのに、自分はご飯もろくに食べないんだから。このままだと今度は私が旅人を叱っちゃうよ。お腹空いたでしょ。ほら、シャンリン特製の新メニュー、梅落石棺水だよ。ささ食べてみて。うわありがとなシャンリン。全然気づかなかったけど、匂いを嗅いだ途端お腹がペコペコになってきたぞ。よーし、いっぱい食べるぞ。パイモン、旅をするのって大変じゃない？お腹いっぱい食べれるかもわからないし、いっそ私と一緒にいるのはどうかな。美味しいものをたらふく食べさせてあげるよ。おー、なんて魅力的なお誘い。万民堂だぞ。おいら一人増えたって万一民堂になるだけだし問題ないだろ。冗談冗談。パイモンは食いしん坊だけど、それだけで釣られるような子じゃないもんね。さあ遠慮なく食べて。遊楽会に行くにしても他のことをするにしても、まずはお腹を満たさないとね。